かみこでございます。ということで、今日なんですけども、変王寺のところにやってきました。なんかね、お前に渡してえ魚があると言われてやってきております。いや、なんだろう、渡してえ魚。久しぶりの変王寺からの贈り物。むちゃくちゃ楽しみです。というわけで、行ってきます。おるなぁ、あそこに手あげとるな。ちょっと行こうか。お久しぶりです。今日はさ、ちょっとお前にプレゼントしようと思って。マジっすか。俺とメッキのプロで金谷さん、金谷さんプレゼントいいですか。プレゼントです。お祝いです。ありがとこれね、すごくう。刺した刺した。うわいいかい。これね、昨日ね、メッキのプロが40枚ぐらい買った中の一番いいやつだ。マジで。マジで。うわ、すごいなこれ。いや、ありがとう。しかもこれまだ池だったやつを締めてくれたやつだね。ありがたくいただきます。はい、ありがとうございます。また今度ね、はい、遊びに来てください。はい、じゃあね、バイバイ。今日はフルで使います。ああ、そうなんだ。よいしょ。ただいまということで、本日の食材がこちら。天然のマダイっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。天然マダイ。っていうことでね、まさかの天然マダイをいただきました。ありがとうございます。今、タイがうまいってことでね、プレゼントしていただきました。しかもこれ、むちゃくちゃいい天マダイらしくて、もう最近入った中で一番いいやつをくれたみたいですね。なので今日はこちらのマダイを使って、マダイの船作りを作っていきたいと思います。でこれね、まだ今日締めたやつなんで結構生きがいいんですよね。なので1日ほど寝かしたいと思います。で、これ神経締めもしてくれてあるんですけど、傷がないですよね。ここで一発締めて、で目の中から神経抜いてくれたんですって。一応その時の動画もありますんで、こちらどうぞ。今日はちょっと金子にねプレゼントするやつ2人でね、俺と、メッキのプロでプレゼントするタイをね今日は取りに来ました。昨日買ったね中の一番いいやつをねプレゼントしたいんで、今日ねメッキのプロに頼んであります。目のとこからね。そこで入ったんだ。入ったんですよ。それは全然わからんな。そういうやり方全然できるわ。魚用おろさんけど、こっちの方がよっぽど簡単だ。さすがです。俺は魚用おろさんもん。すごいな。これ俺よう選んだ。よし。いいね。じゃあ今からね、金子に渡しに行きます。これはね、1回2回じゃ終わることのできない技ですね。そしたら寝かすにあたって、エラ、内臓、鱗、これ全部取っちゃいます。でこれ使ってみようかな、これ。買ったんですけど、なかなかうまく使えなかったやつ。これボタンを押すと、ウィーンって回るんですよ。電動鱗取り機。ちょっとこれでやってみたいと思います。ちょっと待って。めちゃくちゃいいじゃないの、これ。ちょっとこれめっちゃいいぞ。あ、すげえ綺麗に取れる。でもめちゃくちゃ鱗飛ぶんで、シンクでやった方がいい。これは楽だわ。このサイズのタイの鱗を、鱗かきで取ろうとするとすげえ力いるんですよ。これなら女性でもお子さんでも取れるわ。うわ、すげえ綺麗に取れた。これマダイには効果抜群ですね。でもね、やっぱ鱗がすげえ飛ぶ。この機械は家庭用じゃねえな。なんか魚屋さんとかが使うと効率上がりそう。そしたら次はエラを抜いていきます。エラに包丁を入れまして、で、上の付け根、切りました。で、ここの付け根ですね。ここの付け根にも包丁を入れて、エラを切ります。そしたら、もう一度入れて、ぐりっと回して、よっと。はい、エラが取れました。これね、簡単そうにやってるんですけど、結構コツがいるんですよね。そしたらお腹を割って、今日船作りなんでここまでにしましょう。あんまりお腹割りすぎるとみっともないんでね。うわ、すげえ。油がすげえ。
ほら、内臓脂肪がいっぱいですね。いいマダイだな。これ買うといくらなんだろう。浜値1万円とかするんじゃないこれ。よし、内臓が取れました。はい、そしたらエラにティッシュを詰めて、お腹にもティッシュを詰めます。ティッシュじゃねえな。キッチンペーパーでした。ティッシュはダメですよ。溶けちゃいますんでね。キッチンペーパーでやってください。で、水気を取り。そしたらこういう大型の魚をラップするときは、まな板にラップ。1、2と。これラップのくっつく習性を活かして、太いラップを作ります。で、そこに、ペーパーを敷くと。はい、ペーパー敷きました。そしたら、魚を乗っけます。で、その上からさらにラップを1、くるくると巻きます。はい、これで1日ほど寝かしたいと思います。それじゃあ、1日後に移動。はい、というわけで、1日経過しました。てっきり1週間ぐらい行くと思ったでしょ。いや、このマダイはもう1日で十分。お、いいね、ちょうどいいぐらい。ほら、プリプリだったのがこういう風にピーンと死後硬直というんですか。いい感じですね。ペーパーをすべて抜いて、あとは下ろしていくだけと。ほんで昨日、僕船作りって言ったんですけど、やっぱり冷静に考えたら、ちょっとでけえなと思って、インパクトはあるんですけど、一人でそんな食えねえやと思ったんで、普通にお皿に刺しで盛り付けていきたいと思います。で、船盛りにしちゃうと、この頭が食べれないじゃないですか。あかんなと思って。タイの頭って本当にうまいんですよ。で、カブト煮かカブト焼き、どっちにしようかなと迷ったんですけど、今日は極上のマダイなので、お塩たっぷり振って、焼きでいきたいと思います。刺身とカブト焼き、こちらの2品でいきたいと思います。そしては、おろしていきましょう。久しぶりに出刃使いますか。このぐらいの天台はね、出刃の方がさばきやすいですからね。頭は鎌の下から、こういう風に落としていきます。ヒレの隙間から斜めに包丁を入れて、こうですね。斜めに入りました。で、反対向けて、反対側にも、斜めに包丁。そしたらあとは、この背骨が繋がっている状態なので、背骨を断ち切る。関節に入ればこのように、パコンと落ちますんでね。これはすごい油だ。外見からだとわからんかったけどな。触ってみたらわかる。全然違う。油の回り方がおかしい。頭落としただけなのに包丁、これ見てくださいこれ。全部油ですからね。養殖だったら平均的にこのぐらい油持ってるんですけど、天然でこれはやばいな。では、おろしていきます。ナルト骨があるな、ここに。ここにね、ナルト骨っていうね、こう、後でわかるんですけど、ポコポコってしてる骨があるんですよね。これがあると、ここでね、包丁止まっちゃうんで、結構さばきにくいんですよね。ナルト骨を避けつつ包丁を入れていくと。反対向けて、久しぶりに出刃触ったけどいいな、出刃も。なんか出刃でさばいてるとなんか和風って感じしますよね。はい。おー、素晴らしい。ちょっとかけちゃったか。はい、こんな感じですね。カメラ越しじゃすげえってわかんないんですけど、お節の方にも油が回ってすごいです。で、このお腹のとこ見てください。これ全部油です。これは油の乗ってる証拠。これがナルト骨ですね。わかりますかね、この2つポコポコってあるやつ。これなんでこういう風になるかというと、いろんな諸説あるみたいなんですけど、激しい海で疲労骨折した骨が再生する際に、こうなんかボコッと大きくなって、こういう風になると言われてますね。激しい荒波を泳いで育ってきた美味しいタイにはナルト骨があるってことですね。よし、そしたら下側も同じように下ろしていきます。ぐっと。この音いいですよね。この出刃でさばく時のこのマダイの骨の擦れる音。この音いいなぁ。なかなか包丁が進まねえ。で、ここまでいったらパカッと開いて、ここに腹骨がついてますんで、腹骨を断ち切る。ここまでガッと落とせれば、あとはこんな形で、はい、3枚おろしの完成。そしたらこの頭を割っていきましょうか。これがね、難しいんですよ。
まずこのヒレを落としちゃいましょう。この胸びれは綺麗なんで残しときましょうか。では、兜を割っていきます。包丁で割る場合は、まず、マダイの頭を立てて安定させます。で、この上顎の前歯の隙間、ここに出刃を刺します。こんな感じ。で、ちょっと切れ込みが入って出刃を奥に入れていったら、はい。こんな感じで下まで出刃の刃先を貫通させます。こんな状態ですね。そしたら、ぐっと固定します。ぐっとものすごい力でね。で、それと同時にこの包丁をぐぐぐぐっとこっちに押します。いきます。はい、OK。これね、簡単そうにやってますけど、ものすごいコツがいるんですよ。1キロぐらいの養殖のマダイとかだったらスコンスコンっていくんですけど、2キロ超えてくる天然のタイの頭っていうのは、もう出刃で割るのはもうなかなか難しいです。正直あんまりおすすめしません。どうしても割りたい人は、ノコギリかなんかでギコギコギコってやった方がいいと思います。天然のタイは養殖に比べて骨が硬いような気がするんですよね。はい、そしたらこっちの上の頭の方が割れましたので、パッと開きます。こんな感じですね。コンロが大きかったらこのまま焼いてもいいんですけど、だいたい家庭のコンロはこのサイズ入んないんで、ここで割っちゃいます。ここでも簡単に切れますんでね。これで兜割りの完成ですね。そしたら2つ食べちゃうのもったいねえで、今日は1個だけにしましょう。塩を振って、フリフリフリと。食べるところはね、この頭肉のちょこっとしたところと、ここの頬肉と、このカマの肉、この3つなので、この3箇所を意識するように塩振っていきます。表も裏も振っていくと。で、まだね、こうやって細かい鱗がついてます。で、煮付けとかにする場合は、このままいっちゃうと、煮られに細かい鱗が散らかっちゃいますんで、一回熱い熱湯をかけて、細かい鱗も霜降りして取った方がいいと思います。でも塩焼きは焼いて、なんかパリッとさせるんで、そこまで神経質に鱗は取らなくてもいいかなと思います。料理屋さんとかはね、しっかり取ると思うんですけど、僕は塩焼きの場合はそこまで神経質になって取りません。はい、じゃあこれ焼いていきます。はい、そしたらお刺身を作っていきましょう。まずは腹骨をすいていきます。よっと。できるだけ肉を落とさず、こんな感じで。で、ここがうまいんですよ。この腹骨1枚、朝のお味噌汁とかにポチョンと落とすだけで、一気に料亭の味になりますからね。これだけで価値がある。で、あとはこうやって割っちゃいます。お腹。で、お腹のこういう膜ですね。こういうとこはね、包丁で削って取った方がいいですね。結構硬かったり生臭かったりしますんで。ちょっとめんどくさいんですけど、これは取っちゃいましょう。で、マダイのお腹のここが一番脂乗ってるタイのトロの部分ですね。今日はここをちょっといただきましょうか。贅沢にちょっといただいて、お、いいですね。で、これは後で食べると。次はこの背中の方ですね。背中の方は、これだけ。こんだけを熱湯をぶっかけて松笠作りにしていきましょう。天然マダイの皮は養殖マダイに比べてとても薄くて食べやすいんですよね。だから炙りとか湯引きに最適なんですよね。で、ここら辺からもらって、これは普通のお刺身でいきましょうか。よっと。はい、こんな感じ。全部すぐに食べない場合は食べる分だけ皮引く。そうすると皮目が傷みにくいと思います。そしたらここに熱湯をかける前に、こういうね、ちょっと骨が残ってたりする場合がありますんで、最終チェック。骨とかこうやって触ってみて、鱗がついてないかチェックですね。OK。チェックができたら、こういう風に切っていきますので、飾り包丁で縦に線を入れていきます。こういう風に飾り包丁を入れると、皮が縮みにくくなるのと、切った時に綺麗になるんですよね。あと、お醤油が染み込みやすいっていうメリットもありますね。あんまり深く入れすぎず。だいたい5ミリぐらいですね。このぐらい入れます。できるだけ幅は均等に。はい、こんな感じ。飾り包丁が入りました。そしたらここに熱湯をぶっかけます。さーっと。そうすると皮がキュ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 ッと締まってきます。はい、こんな感じ。で、急いで水気を切りまして、こちらラップしないで、このまま冷蔵庫で冷やします。冷やすことによって、こう、タイの皮のゼラチン質がもうキュッと締まるというか、安定して、すごく切りやすくなりますんでね。ちょっと冷やしていきます。はい、いい感じに冷えました。そしたらこちらを切って盛り付けていく。
はい、じゃあ完成。いただきます。よし、じゃあ食べていこう。お刺身と塩焼き。頭もね、捨てずに焼けばごちそうになりますからね。これ料理屋さんで頼んだら980円はしますからね。じゃあまずあったかいうちにお頭焼きからいただきましょうか。あ、そうだ。皆さん、タイのタイってご存知ですか？このタイの頭の中にもう一匹ね、ちっちゃいタイみたいな骨があるんですよ。このタイの頭の中に、それがいる場所が、この胸びれの近くにいます。ちょっとカマを外しますね。カマバキバキバキって外して、うわ、すごい。肉汁がすごいな。でカマのこの中をほじくると、出てくるんですよ。あ、これね、カマの肉。ここはちょっと後で食べるとして、とりあえずタイのタイを探しましょう。いた。ここ見えますか皆さん。これ。この骨。これですね。ちょっと抜いてみますね。よっと。ぴょっと。ほら。なんか魚に見えますよね。これがタイのタイっていう骨ですね。この骨はマダイだけじゃなくて、こういう形状のなんか白身魚系には必ずある骨なんですね。ただこのタイが最も美しいと言われてます。だからタイのタイっていうみたいですね。昔僕これ財布に入れてました。全然お金たまんなかったけど。さあじゃあカマの方からいただきますか。ここね、ふわふわですね。いただきます。うーわ、これやばいの来たな。何この深み。ちょっと待って。愛知県こんなうまいタイ取れるの？びっくりした。正直地元舐めてましたね。マジでうまいこれ。結構いろんなとこの産地のマダイ食べてきてますけど、地元補正抜きで一番うまいかも。何この旨味。で、やっぱね、このカマの肉マジでうまいわこれ。トロンとしとってね、最高ですねこれ。ここもね、むちゃくちゃうまいんすよ。皆さんマダイを一匹家でさばくことがあったら、もう絶対このマダイの頬肉、ここは食べてほしい。ここ食べないと本当にもったいないから。結構ね、量入ってるんですよこれ。ほら。いただきます。わあ、こんなん反則じゃん。うますぎるって。頬肉独特のこのトロッと感、うまいんだよな。で、ここ頭肉ですね。ここは普通の胴体の肉の味がしますね。このカマとほっぺたの、ここの旨味が別格なんですよ。マダイの頭はこの2つ食べんと。では、お刺身いきます。まずは油もんからいきますか。お腹のとこですね。醤油にちょっとつけて。もう弾きまくっちゃいますね、これ。もう醤油が全然乗らないですね。ほら。ちょっと切れ込み入れた方が良かったですかね。わさび乗っけて、わさびに醤油を染み込ませるパターンでいきましょうか。じゃあこちら、いただきます。うわぁ、うまい。これすごいです。これ今見てる視聴者さん全員に一切れずつ分けてあげたいもんな。本当にこれ魚嫌いの子に食べさせてほしい。一瞬で刺身好きになると思うわ。次オーソドックスな方。わさびつけんでいくか。いただきます。背中の方はさっぱり系ですね。さっぱり系なんですけど、しっかりと存在感もある。このマダイの香りがもう全面にこう前に来てる感じですね。松笠作り、湯引きですね。いただきます。これがうまいのよ。この皮のプチコリ感。刺身ばっかだと単調で飽きてきちゃうんですけど、こういうちょっと変わり種を入れると、箸が進みますよね。はい、ということで今日はこちらの天然マダイのお刺身と塩焼きときましたら、お飲み物こちらでいっていきたいと思います。せーの、でん！銀色のやつ。控えめな銀色のやつ。今日は丸いグラスでいただきたいと思います。これも一応ね、ビールグラスなんですよ。視聴者さんからいただいたやつ。7対3ですね。いただきます。うめえ。トラも欲しいみたい。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は変温寺と魚の目利きのプロの方からいただいた極上のマダイを使ってかぶと焼きとお刺身作ってみましたけども、僕の記憶に残ってるマダイ部門では間違いなくナンバーワンですね。これだけいいマダイはね、多分お金をいくら出しても買えないですね。つてがないと。いくらでもいいから入ったらうちに回してくれっていう引っ張りだこになるマダイでしたね。いや本当に変温寺と金大さんありがとうございます。はい、というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。